古い配線とか当時の配線が残ってるんで、なんかそれ変えてしまったらちょっと味わいがなくなってしまうかなと思うので変えてません。なるほど。はい。ボーイズグリッシュ TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は、麻婆です。年齢は、36歳。お住まいは、栃木県。お仕事は、インテリアメーカーの企画営業です。そしてこちら車なんですか？フォルクスワーゲンタイプ1ビートルです。年式は1955年です。ボーイズグリッシュ TV やっとビートルが登場いたしました。しかも1955年というとっても古い答えでございます。今日は麻婆さんとフォルクスワーゲンビートル1955年式という答えでお届けします。お楽しみに。麻婆さん、愛車遍歴を教えてください。大学2年生の時に最初にビートルを買いました。あ、ビートル前も買った。そうです。ほうほうほう。最初のビートルは1978年式です。はい。ちょっとだいぶ最近そうですね。といえばもう50年近く前ですけど。はいはいはい。それを最初に買って、で次は？次に社会人1年目なんで、まあ13、4年前にこのビートルに乗り換えました。あ、じゃあビートル2台連続で？そうです。ビートル2台しか乗ってないっていうか。そうです。すごいビートル人生でございます。麻婆さん、なぜこの車にしたんでしょうか？最初アメ車が欲しかったんですけど、やっぱりなかなかお金もなくて、当時頑張って手に入れられたのが、70年代のキャルルックと言われている、カスタムされたビートルです。キャルルックって何ですか？キャルルックって70年代にアメリカ西海岸で流行ったカスタムカルチャーの一つですね。なんかリアタイヤを大きくしてケツだけ上げてエンジンを大きくしてちょっと派手めな色でボディ塗られてるようなカスタムの内容になってます。なんとなくサイケデリックな感じで想像できますね。前のビートルがそんな感じだったんですか？そうです。前のビートルはもうエンジンも大きかったですし、ボディも黄色でしたね。それでお尻がキュッと上がって。そうですそうですそうです。これとは全く違いますよね。そうですね。ほうほうほう。何年ぐらい乗ったんですか？3年ぐらい乗りましたね。ほうほうほう。で乗り換えた理由ってあったんですか？やっぱりビートル乗ってみるとめちゃめちゃ面白かったんですけど、出荷当時どんな姿だったのか、どんな乗り心地だったのか乗ってるうちにすごい気になってきて、オリジナルのビートルを探すようになりました。なるほど。それでこの55年のビートルにたどり着くというわけですよね。麻婆さん、どんなとこ気に入ってますか？セマフォー、腕儀式ウインカーのセマフォーと、あとはフラット4の排気サウンド、あと、オーバルウィンドウですね。オーバルウィンドウとは？リアの窓が他のワーゲンに比べると小さく楕円形になっているところです。後ろのウィンドウ。そうです。50年代特有ですね。今言っていただいた装備全部そう？そうです。60年代以降っていうか年代変わっちゃうとなくなっちゃう。そうですね。確かにウィンカーがこうね出てくるのはなかなかないですけど、50年代はこんな感じの車でした。麻婆さん、いつどこで買ったんでしょうか？社会人1年目の時にワーゲン仲間乗せてみんな助けてもらって、群馬の個人から買いました。どんな風に？個人売買で？そうですそうです。すぐ売ってくれました？すぐ売ってくれなかったんで2、3回お食事行ったり交渉しました。接待して？そうです。それで売っていただいた？そうです。ちなみになんですけど、今この55年のビートルどれぐらいの相場ですか？本当の車体によって個体によって結構幅があるんですけど、だいたい700から1000ぐらいですかね。そんなするんですか？はい。で13、4年前もそれぐらいした？その時は軽自動車ぐらいで、買わせていただきました。じゃあ随分この13、4年でぐわっと上がった。そうですね。へえ、すごい。1955年モデルですよね。これ狙い撃ちで買った？そうですね。やっぱどうしてもオーバルウィンドウに乗ってみたくて狙い撃ちです。55年、56年、57年、例えば54年って違うんですか？ものが。また1年ごとに仕様はどんどん変わっていきます。それ以降もずっと1年ごとに変わっていく？だいたい変わりますね。なるほど。麻婆さん、特徴を教えてください。はい、オリジナル度が高いところで、6ボルトのバッテリーそのままですし、エンジンもスタンドエンジンでフレームマッチングです。
はいスタンドエンジンって何ですか？スタンドエンジンはこの50年代のワーゲン特有で、はい純正のエンジンです。ワーゲンどうしても互換性がすごい高いんで、後燃式のエンジンに乗せ替えられてしまったりとか結構あるんですけど、これは出荷当時のまんまのエンジンを今でも乗っけてます。なるほど、それをスタンドエンジンっていう。そうです。ほう。フルオリジナルですか？外装飾以外はほとんどオリジナルだと思います。消耗部品交換する時とかもゴム類にまでオリジナルの品番が入ってたりするので、かなり純度は高いかなと思ってます。それって珍しいんですか？ワーゲンは販売期間がとても長いので、もうパーツもごちゃ混ぜになってたりするんで、そう考えるとかなり珍しいんじゃないかなと思います。あとは出生証明書もあります。何ですかそれは？出生証明書はフォルクスワーゲンのドイツの本社に出荷当時の個体のデータが残ってるんで、それをエアメールで昔取り寄せたことがあります。何か分かったことありますか？当時この車が出荷されたのはハリウッドのショップに出荷されていたということが分かりました。出荷当時の色だったり、オプションパーツ、何がついてたかというのが全て記載されてます。はい、乗り込んでまずびっくりしたんですけど、マーボーさんシートベルトは？ありません。ありません。これは法律違反ではない？法律違反ではありません。その理由は？ラインオフ出荷当時からシートベルトのついてない車両は今でもシートベルトなしで車検合格します。そうなんです。皆さん、1955年の、ドイツから西ドイツですかね、出荷された時はシートベルトついてなかったということは、いくら日本に入ってきたからといってシートベルトつけなきゃいけないよっていう義務はない。そうです。はい、そうですそしてメーターも速度計しかついてない。そうです。速度計のみです。いや本当にもうシンプル超シンプルめちゃめちゃ乗り心地がいいんですね。意外ともう1955年の車にしてはこんなしっかりした走り心地ってなかなか他の車じゃないんじゃないかなと思いますね。でこれは2代目じゃないですか、ビートル的には。はい、マーボーさんの車歴の中で。はい。どうでした？前のビートルと比べてこのビートルは。前のビートルが大きいエンジンに乗せ替えてたり車高も落としてたりしたので、かなりスパルタンな走りだったのに対して、今回のこのビートルはオリジナル度が高いのですごいしっとりとした走り乗り心地、乗っててすごい癒されます。癒されるということ。どっちが好きですか？今のが好きですね。なんで？やっぱりスピード強ではないので、ゆっくり低い速度でとことこ走ってる時が本当にエンジンの音も心地いいですし。なるほどね。僕は好きです。こっちの方がのんびり走ってて性に合ってる。はい、そうです。はい、ということでね、もうちょっとカジュアルにこういう何はいそうですとか言って整備にかかる費用とかっていうのは？腕のいいメカニックがついてくれてるので、ほとんどトラブルもなく、絶好調です。ただオリジナルの部品、当時物の部品を探し出すとなかなか見つからなかったり、値段もだいぶ高騰してきてるんで、そのこだわり出すとキリがないし、時間も一生かかるんじゃないかなと思ってます。そんな、大きなトラブルは？大きなトラブルも1回もないですね。レッカーで運ばれたことも1回もないです。1回もレッカー乗ってないですか？乗ってないです。すごい。もし壊れたらどうするんですか？基本的にこの車はオリジナル度が高いんでそんなにお金かからない。で逆に前乗ってたカスタムバリバリされてるワーゲンなんかはもういじくり倒されてるので、トラブルシューティングにお金と時間がすごいかかりました。どこが壊れてるか探すのに時間がかかる。そうです。で部品とかはすぐあるんですか？部品もすぐあります。部品はあるんですね。ただ探すのが大変。そうです。ピュアな方が見つけやすい。そうです。なるほど。この車は普通のマニュアルと違うんですか？シンクロが入ってないので、少しでも動いてると一足に入らないです。なのでちゃんと一足入れるときはきちっと止まってからじゃないと入りません。それぐらい。はい。他はそんなに難しいことじゃない。そうですね。いや僕ね、そんな車運転したことないですね。ぜひぜひ乗ってくださいよ。大丈夫かな？自信ないけど。いける。大丈夫。じゃあということで1955年フォルクスワーゲンタイプ1ビートル乗ってみます。ぜひ。乗ってみます。はい、ちょっと待ってくださいね。サイドブレーキ下げていただいて、ちょっ
ちょっとギアの確認をします。一足どこ？ H 型です。ここ2、うん、3、4。そうです。 R には入んないですか？絶対 R には絶対入んないです。これ一足ですね。はい、はい、いきます。どうぞ。おめっちゃ慎重や。おおぐっと踏んでも大丈夫です。あ、できる。どうですか？普通にできます。おお、よかった。ちょっと硬いけど。でも緊張する。アクセルペダルもローラーペダルって言って、はい、普通のペダルと違ってホイールみたいなのがついてるんですよ、実は。なんでかかとの位置はずらさずに、はい、そのままスムーズにペダル踏みやすいみたいな構図になってます。なるほど。いやー、でもなんかいいですね。このレスポンスのこのちょうど良さもなんか、さっきお坊さんがおっしゃったゆったり癒されながら乗るって感じにすごい通ずるものがあるなっていう。今は家具関係、インテリア関係、建築関係、そういうお仕事？今インテリア関係の企画営業をやってます。はい。それまではどういう職歴だったんですか？それまでは某タイヤメーカーの営業をやってました。タイヤずっと売ってました。タイヤを売ってた？はい。じゃあ車に関するお仕事？そうですね。なんで転職されたんですか？ぶっちゃけた話すると、その黒い塊を売り続けてるのがちょっとしんどくなってきたんで、はい、ちょっとなんかいろんな面白い形したもの、家具インテリアもともと好きだったんで。なるほど。はい、そういう仕事つきたいなと思って転職しました。ああ、なるほど。どうですか？楽しいですか？めっちゃ楽しいです。どういう時は楽しいですか？お仕事してて。なんか空間提案してて、はいはい、ようやくそれが形になった時、空間が出来上がった時なんかはすごい楽しいですね。なるほど。はい、じゃあ営業だけじゃなくて企画コーディネートというか、そういうこともするってことですか？言ったら。そうですね、うん、そんなようなこともします。はい、この音ですよね。あといい音やな。だいぶ慣れてきました。慣れてきた。楽しい。この車買ってなんか泣きたエピソードとかはありますか？バッテリーが、今の車は12ボルトなんですけど、古い車なんで6ボルトなんです。ああ、そっか。はい。なんでオーディオとか ETC とか、はい、何かこのアクセサリー関係が全然つけられないっていうのがちょっと悲しいなと思ってます。なるほど。はい、だったら12ボルトに変えたいと思わないですか？ノーですね。なんで？古い配線とか当時の配線が残ってるんで、なんかそれ変えてしまったらちょっと味わいがなくなってしまうかなと思うので変えてません。なるほど。はい、車検とかヘッドライトの光量とか大丈夫ですか？正直ヘッドライトは結構ギリギリのラインなんですけど、アクセルベタ踏みして、エンジンフル回転させればなんとか通ります。光量が上がる。そうです。そうか。かなり原始的なやり方で。そうですね。こう回すじゃないけど。なるほど。はい。マーボーさんどんな子供だったんですか？父親が自動車とかバイクすごい好きだったので、それに影響を受けましたね。なので小さい頃から小学校3年生ぐらいの時にモトクロスのバイク買い与えられたりとか。そうだったんですか。ずっと好きです。指導とかだったらね走れますもんね。そうですね。それで小学生の頃からモトクロス乗ってた？そうですそうです。じゃあ結構二輪デビューも早かったんですね。そうです。それでお父さんどんな車乗ってたんですか？昔。聞いた話によるとそれこそビートルとかミニクーパーとか、なんかそんな車にも乗ってたっていう話をちらっと聞いたことがあります。子供の頃のことで何か思い出に残ってることありますか？そんな幼い頃からバイクを与えられたりしてたんで、友達とかもある程度免許取る年齢になったりとかしたら、友達みんなうちに来て、たまってバイクいじったりとか、親父にそのバイク整備を手伝ってもらったりとか、ずっとそんなことして大きくなりました。でも16歳からバイクの免許取って、そうですね。すぐ乗って、その時買ったバイクは何でしょうか？ゼファーですね。じゃあマーボーさんは今ゼファー乗らないからバイクは乗ってない？
ベスパの 50S ちっちゃいスモールベスパと言われてるものに乗ってて、はい、最近仲間内なんかとベスパツーリングって言ってみんなベスパ5、6台集まってキャンプ行ったり、ラーメン食べ行ったりしてますね。キャンプ、はい、ベスパでどうやって？もうかなり荷物最小限に絞って。後ろパンパンですか？後ろパンパン、後ろも前もパンパンで、みんなちんどん屋みたいな感じでなるほどねはい、行ってます。じゃあ前もモリモリ後ろもモリモリにして行ってらっしゃるという、はい、面白いですね。その仲間も空冷乗ってるとか？そうですね、空冷のビートルだったりバスだったりみんな乗ってますね。乗ってて、かつベスパも乗ってる。みんなベスパ持ってたんですか？みんな最初持ってなかったんですけど、はい、僕のに乗せたら一人を筆頭にみんなハマっていきましたね。どんどん。じゃあママさんベスパ買ったらみんな芋づる式にベスパ買ってそうです。でベスパツーリングできるようになった。そうです。なるほど、はい、じゃあ空冷のね、さっきおっしゃった空冷の方は空冷を呼ぶって言ってたけど、ベスパもベスパを呼ぶじゃないけど、なんかそうですね、伝染していったってことですね。はい、いいな、楽しそういや、この車めちゃくちゃ楽しいんですね。ありがとうございます。じゃあこれじゃあおー、いいね、慣れてきましたね。慣れてきた。今後車はどうしていきたいですか、マーボーさん？常に普通の状態を維持したいと思ってます。なるほど、この、ね、オリジナル純度の高い感情を残したいですよね。そうですね、ただまあちょっとボディの色が純正色ではないので、もともと出荷当時の色に戻してあげたい気持ちもあるんですけど、ちょっと悩んでます。なるほど、はい、どんな色だったんですか、もともとの色？ブルーメタリックみたいな色が純正色ですね。はい、一応そんなもボンネットの後ろとかボディのところどころには残ってます。なるほど、はい、でもね、このちょっとくすんだグレーというかいいですよね。ありがとうございます。これはこれで残したい気もするし、そうですね、確かに塗っちゃうとピカピカになっちゃいますもんね。だったらこの方がちょっといいような気もします。そうですね。はい、乗ってきました。ちょっと緊張したけど恐る恐るでしたよね。はい、意外とって言ったらあれですけど運転できました。全然難しくなかった。よかったです。なんかシンクロがっていう話でしたけど、すごく運転しやすい、むしろ運転しやすい車でした。ギアも入りやすかったし、音も良かったし、最高でした。ありがとうございました。ということで、マーボーさん、ビートル55年式100点満点中何点でしょうか？120点です。おお、20点超えてきました。その理由は？もう生きがいですね。生きがい、そうですよね。もう15年近く乗ってらっしゃって、これからも乗り続けますか？はい、多分かい生きがいなのに多分、はい、いいですね。それぐらいの緩い感じに乗っているのがワーゲンオーナー、ビートルオーナーの緩くていいところですね。ということで今回は栃木県からフォルクスワーゲンビートルタイプ1ですね、55年式とマーボーさんでお届けしました。ボーイズ&グリース TV、 また見てください。バイバイ。